てるんです。本日の動画なんですけど、サムネイルとタイトル通り、一人焼肉パーティーでございます。で、実は僕結構前に牛タンの動画を上げたことがあったんですけど、その時の牛タンが生の牛タンではなく、スモークされた牛タンやったけん、なんか自分の中で腑に落ちなかったんですよね。そしたらですね、今回生の牛タンのブロックが手に入りましたので、今回リベンジといった形ですね。で、ただ今回のこの動画をご視聴いただくにあたって、大きな牛タンの塊が出てきたりとか、あとそれをさばいていくので、そういったね、ものを見るのが苦手って方はね、下の方にテロップを出しておりますので、そちらの時間はね、飛ばしてもらえればと思います。結構ビグロだと思います。ということをご報告した上で、早速今日も作っていきましょう。じゃあでは作っていきましょうか。それではまず本日のメイン食材の登場です。牛タンのブロック肉ですね。で、本当はこちら皮付きのまま頼もうと思ってたんですけど、皮付きのままだとちょっと生々しすぎたんで、皮剥ぎだけお願いしてあります。なのでもうこの状態なので、この裏側の筋のところとか、こういったとこ取って部位ごとに切ればね、もう食べれるのは食べれるんですけど、おそらくもう血抜きはある程度はしてあると思うんですよ。ただちょっとまだ血の気があるように感じるので、まずはこちらの血抜きからしていきます。では冷たいお水にお塩。で、そんなイノシシ肉みたいにそんな癖が強いわけでもないので、なんか 10% とか 15% とかそういった濃いのじゃなく生理食塩水って感じ。そしたらここに牛タン入れて、やっぱ結構血抜きしてくれてますね。そんなに水が汚れないというか、これがもっと赤く染まるんであれば一晩ぐらいね、多分血抜きした方がいいと思うんですけど、そこまで血が出てこないんで、1時間2時間ぐらいちょっと血抜きしていきましょうか。というわけでちょっと冷蔵庫に移動。ではこの間にですね、今回の牛タンにつけるタレを3種類作っていこうと思うんですけど、まずはド定番のネギ塩ダレ。で、2つ目が韓国風のコチュジャンダレ。で、3つ目が馬刺しの動画の時にも一度お作りしたんですけど、会津地方の辛味噌っていうかニンニク味噌。こちらの3つをまず作っていこうと思います。で、ちなみになんですけど、今みたいにこう、先端を当てる切り方、これあと1本ずつしかできないんですよ。なのでこういう風に持って、包丁よりも先にこの人差し指が当たるようにして切ると、こういう感じで。なんと2本まとめてできちゃうんですね。ただここの包丁の顎のとこで、この自分の指を切らんごと気をつけてもらえれば。というわけでこちらがネギ塩ダレの材料たちですね。こちらからネギ、ごま油、煮切ったみりん、レモン、ニンニク、生姜、塩、胡椒たちですね。で、お塩はね、お好きな方は鶏ガラスープの素とか使ってもらってもいいですし。で、今回この胡椒なんですけど、ブラックペッパーとホワイトペッパー1対1で使っていきます。で、今回これちょっと感覚でいくので、比率ではなく、この長ネギにどんだけ入れてるかっていうのを見て判断してもらえれば。レモンは2分の1個ぐらいでいいかな。で、お塩はちょっとしょっぱいかなって思うぐらい。で、胡椒はたっぷりと。今だいたいこんな感じ。あとはこれ混ぜ合わせて、よし、一発で決まった。で、こちら一度煮沸殺菌させた容器に入れて、で、冷蔵庫で保管すれば3日、4日、5日ぐらいは持つと思いますんで、これでネギ塩豚カルビだったりとか、あと塩焼きそばとか、結構何かと重宝するかなと思います。はい、次。こちらが今回のコチュジャンベースのタレの材料たちですね。こちらからコチュジャン、味噌、砂糖、蜂蜜、ごま油、ニンニク。今回ちゃんと比率出します。こちらから3対3対1対1対1対適量ですね。イメージ的にサムギョプサルのサムジャンでしたっけ、甘辛い味噌。あれのイメージで作ってます。
ただひたすらこれらの調味料を全部合わせてよーく混ぜ合わせればこれで完成で、こちらも冷蔵庫に入れておけば結構持ちますんで、例えばこれ鶏肉をこれで絡めて炒めて、で上からたっぷりチーズをふっかけてチーズダッカレー風にしても絶対美味しいかなと思います。はい、次最後こちらが会津の辛味噌の材料ですね。でこちらから味噌、ニンニク、砂糖、ごま油、一味唐辛子。ちなみに今回のお味噌は仙台味噌っていう米味噌ですね。で今回の比率が3対2対1対1弱適量、もしくは3対3対1対1弱適量。いやもうすごいね、今回もうニンニク大活躍やね。間違いなく僕明日口臭いですからね。あとはこれらを全部混ぜ合わせて、辛味噌完成。んでもちろんこちらも冷蔵庫で結構持ちますんで、これでもろきゅう作ったりとか、ラーメンにちょっと加えたりとか、あとは野菜炒めに使ったりとか、結構何かと使えますんで、ご機会ありましたらぜひ。はい、次では続きまして、今回のご飯なんですけど、やっぱあれじゃないかなと思うんですよね、僕。はい、そうですね、麦とろご飯ですね。ちなみに今回は長芋ではなく大和芋にしました。ではまずこちらをすりおろしていきます。いや、さすが大和芋やね。すんごいもっちもち。で、こちらが今回の大和芋を伸ばす合わせだしの調味料ですね。こちらからだし、薄口醤油、煮切った酒、煮切ったみりんですね。ちなみに今回のお出汁はカツオと昆布の合わせだしを使ってます。ちなみに今回の比率が10対1対1対1ですね。俗に言う八方だしと同じ割合かな。そしたらこれ全部混ぜ合わせて、あとは様子を見ながら混ぜ合わせて、これで大和芋対合わせだしが、3対1ぐらいかな。これ以上合わせだし入れるとシャバシャバになりすぎるので、そういう時はお塩なんかを使って塩分調整してもらえれば。では先ほど血抜きをしていた牛タンなんですけど、結局30分ぐらいしか血抜きしませんでした。なんかあんまり水も濁らなかったんで。ではここからその牛タンをトリミングして部位ごとに分けていくんですけど、まずその前にでは参ります。ではまずこっちのタンの裏側のこのタン下を外していきましょうか。何も僕も初めてなんで合ってるかどうか分かりませんけど、ここの境目のとこら辺でまず外して、でここに2本入ってる筋を V の字に切り込み入れて、とりあえずタン下と筋の除去完了。そうしたらこうやってみたらボコッとなっているので、最初のボコンでまずカットで、2回目のボコンでまたカット。これでタン元、タン中、タン先、ルートタンっていうかタン下ですけど、で今回使うのはこのタン中とタン元だけを使おうかなと。ここはなんか牛タンシチューとか赤ワイン煮込みに使おうかなと思います。プライベートでね。で今この段階だとちょっともう完全に解凍しきっちゃってるんで、もうブヨンブヨンで綺麗に切れないので、一度これをラップにくるみまして、冷凍庫で3時間ほどちょっと冷凍します。でこちらが先ほどのタン下なんですけど、ここの真ん中の中心部分、ここがタンカルビになるんですって。なのでここをまず摘出してあげて、多分ここがタンカルビで、周りのこういった筋っぽいところなんですけど、これはこれでひき肉にしてもらって、なんかハンバーグとかしたら美味しいんですって。歯ごたえとか旨味が強いらしくて。よし、ラスト終わり。
で、こっちがタン元とタン中。で、こっちがタンカルビと、タン下の筋の部分とタン下の肉の部分ですね。では、こっちは冷凍庫で3時間。こっちは冷蔵庫。これは僕の夜食。では、この時間を使いまして、今回一緒に添える野菜たちの準備に参ります。ちなみに今回ご用意しましたのが、ベビーコーン、かぼちゃ、人参、エリンギの計4種類ですね。特にこのベビーコーンなんか今が旬やけ絶対美味しいでしょうね。というわけで野菜の下準備に参ります。で、このベビーコーンの剥き方何種類かあるんですけど、僕の場合は、まず何枚かだけ外側の葉っぱ、むしって、内側に行けば行くほどどんどん剥きづらくなってくるんですよ。なので下を落として、ちょっと切り込み入れて、下の方からこうやって剥く感じ。で、ベビーコーンってこんな感じでもう毛がわっさわさついてるんですけど、まずこの毛をむしりまして、で、下の硬いとこを切り落としまして、身の方はこれで終了。で、こっちのトウモロコシのこのヒゲなんですけど、これかき揚げにしてもらったりとか、僕がいつももやしのヒゲ根でやるような、ああいったこう、さっと揚げるような感じにすると、これすっごく美味しいんで、これは僕の夜食に行きますね。この量に対してかなりの量のヒゲが取れましたね。手触り最高。多分オーブンのこっから出てくる黄色い触手みたいなやつ。多分きっとこんな感じなんでしょうね。と言いますことで、まずはこのタン元から切っていきましょうか。タン元のさらに一番喉側の脂乗りまくったところだけを使った激厚牛タンステーキ。そんじゃまだまだいきますよ。続いてがタン中ですね。ちょっと気分的に変色しちゃってる部分は切り除いちゃって、なんかこんな刺身みたいな切り方でいいのかどうか分かりませんけど、で最後こちらのタンカルビなんですけど、繊維を断つようにこう削いでまず切って、でこういう風に繊維が入ってるので、こんな感じで切り込み入れてこう包丁で助けるような感じにしようかなと思います。はい、これで一人牛タン焼肉セットの出来上がりです。では実食編へ行こう。というわけで無事に完成しました。芸術
久しぶりに我ながらすげえのできたなと思いましたね。んでもって、ご飯はここにもう乗りませんでした。また後ほど多分やってくると思いますんで。では、食べていきましょうか。いただきます。すいません、多分このホットプレートの音は結構でかいと思うので、ちょっと今日声張り気味にして全体としてのボリュームを今日下げますね。と言いますことで、早速焼いていきましょうか。じゃあここら辺の一番うまいところ行きましょうか。まずはシンプルにお塩とレモンピッと絞って、わあ、うめえ。もうね、油がすごい。もう口の中洪水状態やね。で、僕自身のカッティングの技術がないので、今回全体的にかなり分厚くなっちゃってるんですよ。なのにプルンって切れるんですよね。果てしなくうまい。うわあ、最高。じゃあじゃんじゃん焼いていきましょうか。いや、正直もう牛タンのこの味自体がすごく濃いので、油の甘みとかもあるし、なんかもう最悪タレいらないんじゃないかなって思うぐらい味が濃いですね。ああ、たまらん。続いてネギ塩の前に、前のも一回登場したちょっと辛味噌をいきたい。辛味噌を包んで、うわ、超うまいこれ。あー、でも結構辛いな。これ1枚でご飯ガッバガバいけそうな感じ。というところで、だいぶちょっとお野菜関係もね、いい感じになってきましたね。やっぱ焼肉の影の主役はこのエリンギやね。もうキノコ様々。かぼちゃにもタレしっかりつけて、やっぱ焼肉の影の主役はこのかぼちゃやね。甘いわ。そしたらば一度こちら側も温度を下げて、牛タン引いて、そしたらこの上にネギ塩だれを置いて、俗に言う片面焼きってやつですね。あとはじっくりじっくり待ちましょう。おー、めっちゃうめえ。やっぱ牛タンとネギ塩だれはもう反則的なあれをね、組み合わせよね。やべえ、どうしよう。一人焼肉超楽しい。というところで、ちょっとこれ乾燥するのも怖いので、こっから先はちょっとこれ隠しながら食べます。ということで、ちょっとだけここら辺にスペースができたので、この麦飯にとろろボーンで、今すぐ食べたいけどちょっとまだ我慢。塩と胡椒ひっくり返して、もう一丁塩胡椒。
わー最高。やっぱこの組み合わせマジで無敵よね。ただ確かに焼き野菜は終わっちゃったんですけど、焼肉での野菜って焼くだけじゃないじゃないですか。もう一個ありません？膜がありますよね。みんな大好きサンチュ。そうなんですよ。そのためのこのサムジャンなんですよ。と言いますことで、もう山田靴でいいやん。何にも言わず焼き始めちゃいましたけど、さっきまでのがタン元、こっちがタン中ですね。なんかもう持った瞬間わかりますね、違いがね。もうさっきまでのとは全然別物ですね。僕サンチュでくるむんならこっちのタン中の方が好きかも。もちろんタン元ってものすごく脂があってこう柔らかくて美味しいんですけど、こんだけこうしなやかで柔らかいサンチュなんで、なんかこっちのタン中の方が食感にメリハリが出るね。では次が最後ですね。ずっと気になってたこのタンカルビ。何やこれ。なんかタンじゃないみたい。例えるならもっと油脂分が少ない下がりみたいな感じで、今回この繊維を断つようにこう包丁でこうね、助けてあるんですけど、それでもちょっと繊維を感じるかな。逆にこれ切り込み入れんかったら結構硬かったでしょうね。個人的にはやっぱタン元が一番好きかな。と言いますことで、牛タンの焼肉はもうこれで終了なんですよ。部位としてはこれがタン元ですね。しゃーまそう。ということで牛タンの焼肉完食。ではここからデザートのお時間ですね。こちらの激アツ牛タンステーキ。ではまず両面に下味付けまして、まず片面4分ほど焼きまして、そしたらブランデーと蓋んで火加減落として、さらに4分、いや分厚いけど5分ぐらいいこうかな。もうそろそろ OK ですかね。よっしゃ、焼き具合完璧で、多分こんだけね分厚くカットしても多分いけると思うんですよ。ちょっとお塩つけて、いやこれはうまいわ。で焼き加減ももう一番僕の好きなレアとミディアムレアの間っていうね。うわどうしようこれ、なんかもう食べてほしい皆さんにこれ。やっぱ素材自体がいいとこうやって塩コショウとかこういったシンプルな味付けが一番美味しくなりますよね。すいません、僕一回ちょっとカメラを忘れて普通に食事をします。
ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。いや、美味しすぎたね。ちなみになんですけど、今回の牛タン1本が1キロぐらいなんですよ。で、計5本で合計5キロを注文したんですよ。配送料込みで8万うん千円やったかな。で、牛タンって白と黒って分かれるんですよ。皮が黒いタイプと皮が白いタイプ。で、国産だと黒の方が高くて白の方が安くて。で、輸入物になるともっと下がってくるんですけど、僕はここの白いやつを頼みました。それで8万円ぐらいです。いやー、高いね。いや、でもね、それに見合っただけの幸せはやっぱ感じましたもんね。確かに値段は張りますけど、例えばバーベキューの時とかね、特別な日になんかご機会がありましたら、ぜひ。っていうところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。